N 図家庭菜園の中村です。今日はですね、少し私がアメリカに、15年ほど住んでいた時の経験を踏まえて少しお話ししたいことがあります。それはですね、私が住んでいたシアトルの地区ではですね、いろんな試みがされていました。それは、鮭が、川からね上がってくるために川の水をきれいにするっていう試みなんですね。そのために車の洗車も水が基本で、洗剤を使うことができませんでした。洗剤を使うとその洗剤が土に入っていき、その、土に入っていった洗剤が川を汚染するっていう考え方ですね。で、そういうようなこととか、使っていい洗剤と使っていけない洗剤、車を洗うためにも、そういう規定がいっぱいありました。で、その時にですね、いくつかあったんですけど、ちょっと英語のストーレージでティップっていう、のがありましたので、この辺に大きく出しておくと思いますけど、そこの中に、日本語のものもありましたので、シアトルっていう街はですね、小さいっていう、名古屋よりも小さなサイズなんですけど、シアトル市内っていうのは非常に小さいんですね。で、いくつかの町が集まって、そのエリア全体で200万とか、それぐらいの人口です。でね、州全体としては、それなりのサイズになるんですけど、そんな町でも、日本語、中国語、イタリア語、いろんな各言語でこのような書類が作られています。で、こういう書類の中に、土壌をきれいにしていきましょうっていう考え方を小さな時から子どもたちも植えられています。そして各言語でいろんなものが作られているもんですから、非常に助かっているんですね。引っ越してきた人とかいろんな人には助かります。で、他のヒントっていうもので、シアトル全地区で生ゴミと家庭ゴミ、庭ゴミのサービスを行っています。生ゴミと庭ゴミ用のカートのゴミは週一度回収されます。キッチンの生ゴミを簡単に集めるヒントを紹介しましょうっていうことで書いてあって、袋に入れる方法とか保管する方法、新聞紙を使う方法とか冷やすとかいろんなことが書いてありまして、その中に裏にこのように植物と対比可能なものっていうものも書いてあります。で、生ゴミや野菜、コーヒーの出し殻やフィルター、ティーバッグ、貝類、骨、パスタ系、卵ですね、パン、穀物類、肉類、魚類、そして生ゴミで出していいものの以外に植物で汚れた新聞紙、紙類、買い物をするときはビニールの袋か紙の袋かを選ぶことができます。で、紙の袋、を大体普通の人は選ぶんですね。セーフウェイとかいろんなところに買い物に行くときに紙袋でお願いしますっていうような感じで紙の袋で提供されることが多いです。で、そういうのも、植物がちょっと、腐って汚染されてたりするとそういうものも、どういうふうに使うかっていうことが書いてあったり、ピザの箱ですね。そういうのもそうです。シアトルは有名なのは、スターバックスとか、あと、ボーイングとか、コストコ、そして、そうですね、アマゾンがね、発祥の地と言われています。で、アマゾンなんかでも、段ボールの、シールは、どう言ったらいいかな。ビニールのテープではなくって紙テープが使用されているようになっています。で、植物のために、土壌を汚染しないためにそういうことを試みているわけですね。そして植物で汚れた紙類の中にシュレッダーにかけた紙とか堆肥化できるゴミ袋とかそういうのも使ってくださいっていうことを訴えています。で、花や植物や枝や葉っぱや茂った芝生とか刈った芝生とかそういうのも
どういうふうに、したらいいかっていうのを小さな時から子どもたちも外国人の方々も学べれるようになっています。そして私たちはそれに準じて、シュレッダーゴミはこういうふうにしたらいいんじゃないか、段ボールはこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうことを学んで、まあ家庭菜園とかそういうのに役立てるようにしています。ただ、大きな農園とかそういうところになると薬とかいろいろ使うんですけど、意外と町の中で家庭菜園をやってる方は、ほとんど農薬は使いません。それだけではなく、ね、除草剤も使いません。私が知る限りではホームセンターとかそういうのでも売ってないです。強力なそういうものに関しては、売ってないっていうのが実際でしたね。だから私たちが今この家庭菜園っていうかこの、畑をやってる時に、なるべくできることならばそういうものを使わずにいきたいなと思って行っていくことにしています。日本ではホームセンターや農協さんが一生懸命ねそういうものを売るようにしていますけど、薬剤とかいろいろ売って成長させるっていうことをしていますけど、実際はそういうのがなくても、育つんじゃないかなということで、ある意味で私は実験的にこの場所で、レイズドベッドをやったりいろいろしながら育っています。まあいろんな人がいろいろ言うんですけど、まあ私たちとしてはこの自然栽培、自然農っていう感覚で、ちょっと機械の力も借りたりいろいろしながらやっていますけど、それが最高の方法じゃないかなと思ってやっています。今日はこのレイズドベッドの今の様子を撮影して、週末ですので私のしなければいけない作業をいくつかしていくことにいたします。いつものように第1番目のレイズドベッドがどのようになっているかを撮影していきます。人参が4つほどですね。人参が4つほどきれいに大きくなってきています。そしてパセリですね。パセリも人参も同じような葉っぱに私には見えるんですけど、パセリが結構きれいに生育しているように見えます。でこれが四つ星っていうねイチゴですね。イチゴもつるが伸びたりいろいろしながら増えていっているように感じますね。これがわけぎですね。わけぎは何回も切って、してるんですけど、切っても生えてきます。で四つ星とサチノカっていうイチゴがこんなような感じで今広がっていますね。まあ春にはなんか実が取れそうな感じがします。では第2番目の、レイズドベッドですけど、ここでは白菜を植えました。白菜は結構虫に食われてますけど、虫が真ん中辺にさえいなければ負け始めるかなと思って、今ここに1、2、3、4、5、6個の、白菜がありますね。こんな感じで今白菜が成長しています。これはごぼうですね。ごぼうが葉っぱも大きくなってきてますので嬉しいところです。これがサラダビーツって言いまして、真っ赤な、もので、これなんかちょこっと下の方にもうできてきてますよね。丸い赤い株みたいなものができるやつです。でこちらがコールラビ。コールラビも結構成長してきました。こんな感じで今コールラビが第2番目のレイズドベッドでは成長しています。いろいろ間引きしたりいろいろしていったらスカスカになってしまってあれですけど、まあいい成長をしてるんじゃないかなと思っています。第3番目のレイズドベッドはこの間分かったことですけど、チンゲン菜がきれいに成長してますし、こっちの方には小松菜がありました。
小松菜とチンゲン菜もよく似た葉っぱだから私は分からなかったんですけど、こんな感じで成長しています。そしてケールもこの下の方ですね、ケールもあります。こんな感じでケールさんも大きくなってきてますね。で、水菜がいいように成長しています。そしてですね、これがダイソーで買ったハバネロなんですけど、ハバネロはこの間粉にしました。すごいパワフルですね。ハバネロの粉を、作って指でちょんと舐めてみたんですけど、それはパワフルです。で、ケールもこんな感じでありますね。で、この辺りにはオレガノやこっちのケールはもう虫さんに食われて全滅です。こんな感じで今第3番目のレイズドベッドが成長していることを感謝しています。そしてこの横では冬越しさせるためにこんな感じで今マンジェリコンを栽培しています。水がカラッカラだからちょっと水をやらないといけないと思っていますけど、こんな感じで、ここでもマンジェリコンありますね。で、なぜかこぼれた、トウモロコシが今頃になってこんな感じで生えていますね。で、向こうのところではケールが順調に広がっています。こんな感じで今私たちは畑をやってる状態です。あとここに小松菜とチンゲン菜が大きくなっていってますね。肥料も何にもやらなくても十分成長するっていうことが私たちは分かりました。で、キャベツは確かに虫に食われてますね。私の目には虫が見えないんですよね。ですけど虫は確実にいます。で、この辺りにはですね、ミントが増え広がっていっています。こんな感じで私たちはレイズドベッドをやっていますし、今日はこの間行ったさつまいもの畝のところですね、そこに草マルチをしようかなと思ったり、ちょっと整理整頓をしていく予定になっていますので、よろしくお願いいたします。